いつもありがとうございます。片岡のフライ系です。いつもですね、生け花の動画を投稿しているんですが、今回はですね、ハウツー動画ということで、これからクリスマス、そしてお正月と、楽しい季節が続いて、そこにお花も飾られるわけなんですが、そこで針葉樹が使われることが多くてですね、クリスマスだと、ヒムロスギ、コニファー、ブルーアイスとかそのあたりですね、モミの木もそうですね。そしてお正月だと松ということで、そういう針葉樹を、触っているとどうしても手にヤニがついてしまって手が黒く汚れてしまって、それを、簡単に取る方法をですね3つご紹介したいと思いますので、見ていっていただければと思います。ということで、こちら今赤松を用意しているので、これのちょうどヤニがですねここに今ちょっと遠いかもしれないんですけど、これをですね手につけまして、もうベタベタになっているという状態です。でこれで、この木とかをですね、木の枝の部分とかを触るともう手にベタベタが、真っ黒でついていると、あまり綺麗なものではないのでアップにはしないんですが、でこういう時に使える方法がまず1つ目ですね。よいしょ。こちらアルコールですね。アルコールのこれテピカジェルとかありましたよね。よく使ったでしょと思います。テピカジェルとか、あとはこういうアルコール系の消毒剤、これちょっと手に使う用、人体に使う用ではないので、これはあまりおすすめしません。であとはアルコールスプレーですね。除菌用のスプレーを使っていただくとですね、これどうして、取れるかと言いますと、松ヤニがですね、アルコールと反応すると成分としてベタベタがなくなって、それが溶けるんですね。なので今かなり、ベタベタ多少残るんですけど、このぐらいな感じには。この後手を洗っていただくと、非常によく取れるということで、よいしょ。これ水が入ってますね。これでいつもだったら取れるんですけど、今回なかなか頑固ですね。赤松のヤニは頑固なのかな。取れました。もうだいぶベタベタになって、水だけのサラサラな状態になりましたというような形でですね、アルコールで取れるのであれば、2つ目の方法が、よいしょ、こちらの、除菌シートですね。これもですね、アルコールが入っていれば、またですね、懲りもせずに手につけて、触ると真っ黒になると。でこれもアルコールが入っている除菌シートであれば、先ほどと同じように成分が、よいしょ、溶けてベタベタがなくなると。これかなり今触ってもベタベタがなくなったので、水で流すと。これ石鹸で洗ったりしていただいても、方がいいと思います。アルコールで1回やって溶かしてから石鹸でもう1回手を洗っていただくというふうにすると、もうほぼきれいに取れるかな。ただちょっと黒いのはですね少し残るかもしれません。なのでこの後お風呂に入っていただくとかすると簡単にきれいに取れると思います。今ですねまた、松ヤニをつけてベタベタな状態にしましたので、これで3つ目がですね、こちら、クレンジングオイルを、このベタベタになったところにですね、1滴つけていただいて、1滴じゃないですよ、ワンプッシュですね、つけていただいて、ちょっと、倒れちゃうので、こぼれちゃうのでアップにできないんですけれど、このようにですね、くるくるとしていただいて、ちょっと指先にもついたのでくるくるしまして、こうですね。で多分一回ちょっと水をつけてなじませた方がいいんだと思いますね。これ油なので油同士で溶けて落ちるという仕掛けになっています。もうほぼベタベタはなくなったかな。今こんな感じなんですけど、で洗い流していただいて、これ今3ついっぺんに
にやることってなかったんですね。で、仕事で花を生けてるとクレンジングオイル使うわけいかないので時間かかって手間があるので、だいたいこの除菌スプレーでシュッとやって溶かしてもうすぐ次にっていう形になるんですけど、ベタベタが取れる、すぐに簡単にきれいに取れるっていうのだと、この3つの中だとクレンジングオイルが一番きれいに取れましたこれはびっくりしましたで、ここからちょっと、注意点と、応用というかなんですけれど、これをする上でですね、注意点の一つ目がですね、やる人はいないと思うんですけど、こちらアルコール入っているので、アルコールとかエタノールにですね、アレルギーがある方は、使わないようにしていただきたいと思います。そして2つ目がですね、物ですね、床とか、服とか家具とかにもこの方法使えるんですが、この、オイルとアルコールの成分単品ではなくて、松ヤニと合わさってそれが溶けた成分になるので、シミになる可能性は十分にあるっていうふうに考えておいていただいた方がいいかなと思います。服の端っことか物の端っこでこの単品で試したところでですね、松のヤニの成分がその汚れてるところにくっついてるので、それと合わさってシミになるっていうのが何ですかね、伝わりにくいかもしれないんですけど危ないかなと思いますので、そこだけちょっと気をつけていただければと思います。で、応用編一つなんですが、この動画ですね、ご覧になっていただいている方、花ばさみにですね、ヤニもつくことが多いかと思いますので、クレンジングオイルで私はちょっとやったことがないのであれですが、なじませる時にですね、指ではやらない方がいいと思います。危ないので、何かスポンジとかそういうのにつけて拭いていただいた方がいいかなと思うのと、私、仕事でですね、針葉樹系の木ってですね、ヤニがついた場合に、仕事終わりですね、もうハサミ今日は使わないなっていう風になったら、まずですね、やり方としてはですね、アルコールを松ヤニのついたですね、ヤニのついたハサミにスプレーしていただいて、紙で拭き取ります。で、その後に時間を空けないで、防錆効果のあるオイルをですね、シューッと、吹きかけてですね、また紙で拭いてっていう風にするとですね、著しく、ハサミが錆びるっていうことは私がやっていった中ではないので、そのようにしていただくと、ハサミきれいに使えるかなと思います。ということでですね、このですね、簡単な3つの方法でですね、クリスマス、お正月と手を清潔にして楽しく過ごしていただけましたら幸いです。またですね、この動画役に立ったよという方はチャンネル登録、そして高評価など何卒よろしくお願い申し上げます。普段はですね、生け花の動画投稿しておりますので、季節の生け花楽しんでいただけましたら幸いです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。それではまた。